こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日はいつも先生術のお話がメインになってますけれども、ちょっと違うお話をしたいと思います。たまにこちらのチャンネルでもお話ししていますが、私は、本を一冊出しておりまして、そのタイトルが夢は感情で動く、夢を叶える宇宙の22の法則というものを出しています。私が借金もあったどん底の人生から、今ね、自分でお店を経営するまでになった、その中で気づいていった、ことで、特に先生術のセッションをさせていただいているからこそ、多くの成功している人たちとも出会っていて、そこの共通点のようなものを全部22の法則に分類することができるというお話をしています。今日はそのうちの一つですね、本だと17節のところに書いてある100じゃなくて78、これを意識する人が成功するよというお話をちょっとキュッと短くして、せっかくなのでお話ししてみたいと思います。で、いずれにしてもですね、喜びにあふれた人生を送っている、これが成功ということだと思うんですけど、ほとんど私が出会ってきた成功者はみんな宇宙の法則を知っていて、それをちゃんと真面目に生きている人たちです。なんか、もっと正確に言うならば、知識としては知らないかもしれないけど、本能的に宇宙の法則に合った行動をしているという人も多いですね。で、宇宙の意図っていうのは絶対的なので、やっぱり逆らうよりも降参して生きる方が、やりやすい。なんか単純にそういう話だと思います。そして、特に宇宙が作ったじゃあものは何かというと、そのうちの一つが数字ということになります。ですから私は数秘術を駆使して、ビジネスをしておりますし、数秘術を教えていますし、数秘術を知ってから人生は好転していました。行きました。で、まず数字は神が作ったものだから絶対的である。で、一個一個の数字には固有の波動があるから、その意味を知ってうまく使いこなしていくと、宇宙のリズムに同調して生きることができるということなんですね。で、反対に言葉っていうのは人間が作ったものですから、各国で喋ってる言葉も違いますから、相対的ですね。なので、限界がある。宇宙の作った数字には限界がない。時間、空間、時代を超えて、もうずっと受け続いていくことができる素晴らしいエネルギーになるということなんです。で、数字に関する宇宙の法則の中の一つが今日お話しする78の法則です。ユダヤの法則とも言われています。ビジネスの世界でグローバルに活躍している人の多くがユダヤ人の方であることは皆さんご存知。このね、Google、YouTube、社長さん、Facebook のザッカーバーグさん、世界一のお金持ち、ロスチャイルド一家。世代とか国を超えて拡大するビジネスを大成功させている方はユダヤ人の方が多くて、このユダヤ人の方はみんな78の法則を知っているということですね。実はこのユダヤという一つの民族で世界中の億万長者の15%を占めているということです。で、彼らは幼い時から78の法則を知っているということですね。その78っていうよりは、100としたときに78対22の法則を知っているということで、これが黄金比です。宇宙が最も拡大する比率なんです。だから何事もこれにしておくといい。例えば地球と海、海と陸地は、海が78%で陸地が22%なんですね。空気は窒素でできていますが、それは78%、窒素その他が22%、これで100になってます。人間の体の主成分は78%が水、そして残りが22%が一番健康な状態ですね。年取るとですね、だんだん干からびていきますけれども、それから最も美しい形と言われているのが、円に外接する正方形、正方形があって円ですね。これの割合も必ず円が78%で、残りが22%。これ実はもう言ってるとキリがないんで、この辺に最後にもう一個言っていくと、人間の体、肺呼吸、皮膚呼吸も78対22。善玉菌と腸内細菌の悪玉菌、これも善玉菌が78。100じゃなくて、78で悪玉菌が28。で、こんな風に、
ちゃんと28の状態があるということが最も美しい調和の取れた形なので、何事もこの割合でやると宇宙が拡大してくれるよということなんです。ですから、ビジネスをやるときにこの方法を取り入れている。ビジネスで取り入れられている有名な例は、コカ・コーラ。ね、もちろん世界中でヒットしましたが、もともとのコカ・コーラの瓶、もう若い人は知らないかもしれないけど、この瓶のデザインは縦と横が78対22になるようにちゃんとデザインを70、この法則を知っているからわざわざそうやって作ったそうなんですね。それからその金融業界だと70%、78%の一般人とお金持ちが22%で世の中はなるようにできているので、22%のお金持ちの皆さんが78%の地球のお金を動かしているバランスに今なってるんですよ。78%の一般人の私たちからすると、私たちで22%を分けているっていうのが、果たしてこれがフェアなんだろうかと思いますけど、それで地球がうまく回るようにできている。で、ここから出来上がったのが、銀行の法則なんですね。銀行っていうのはお金を貸して、そして利子を取って、それだけで物を売らなくても儲かっていくという仕組みですよね。そんな風になっている。だから、ユダヤの人は会社を経営するときに、会社全体の売上金の78%を生み出しているのが、全体の構成要素の中の22%の要素であればうまくいくと言われています。たった22%が78%の成功を作り出している会社がうまくいくように会社を作る。そうするとうまくいくということなんですね。で、その22%が何なのか。だって100目指すのは無理でしょ。みんな、失敗した経営者はいろんなことを100目指す。100%の人たちで、従業員で100を目指すからうまくいくんじゃなくて、22%いればいいんです。そこで78%動かしていけば。残りは流動的で、やっぱり辞める人もいればということですよね。だから、この考えに基づいて会社を経営するといい、みたいな話だそうです。で、この78の法則はビジネスの世界だけに限ることではなくて、例えば私もやっている好きな方も多いと思うタロット。これも78枚で構成されていて、そのうち重要な意味を持つダイヤル化なカードは22枚。22と78なんですね。うまくちゃんと対応しているわけです。他にも、オーラソーマね、オーラソーマ、私もオーラソーマのティーチャーでもありますけれども、78本のイクイリブリアムボトルというものを創始者の方が作って亡くなったんですね。だから78ということです。日本ではこのユダヤの78の法則に一番早く気づいた方がビジネスマンたちがもうみんなが崇拝している日本の、藤田伝さん。日本マクドナルド協会の創始者ですね。いち早くユダヤのやじ口に気がついて学んだそうです。いろんなところに78対22の法則を入れてビジネスをしていたそうで、これも若い方は知らないかもしれないけど、私がちっちゃい時ですよ。子供の頃に初めて日本にマクドナルドができて、で、そういうものを私たちは食べたことがないから、最初は半信半疑ですけど、これを一躍有名にしたのはサンキューセットっていう390円セット。それは当時ちょうど500円玉硬貨が普及し始めて、その波動を最大に生かすためです。500円硬貨で390円のものを買うと、お釣りは110円。ほら、これ。78対22%なんです。人はこれが心地よいから繰り返すので、390円のものを買いたくなる。その時期に390円のセットを作った。これも78の法則のをうまく利用した。日本の長者番付の昔はありました長者番付第一常連だった、斉藤ひとりさんという方もいつも100%を目指さず78%が完璧だという生き方をしましょう。22%は伸びしろ100になっちゃうと伸びしろがないから循環させていくためには78点を目指すというのがいいよというふうに言われています。22のゆとりがない人はやっぱりどこかで限界を迎えていくということだと思います。
こういうことを駆使してビジネスをするということです。だから私はビジネスセッションなんかも先生術で、受け付けているんですけども、人によってはなんか、会社の名前とかロゴを78対22の法則を取り入れた方がいいですかとか、聞いてくださる方もいて、だからそういうところでですね、アドバイスをしたりすることもあります。ちなみに、うちの会社のロゴ、2つ会社を今はおかげさまで運営させていただいてますけども、全部何らかの形で78対22の、法則を取り入れて、やってます。はい。だからなんか皆さんもそんな風に取り入れていってもいいのではないかと思います。で、単純にですね、ちょっとよくわからないわ、どうやったら取り入れていいのかわからないわという方はですね、今言ってたように、100%頑張りすぎないという、こういうことです。はい。で、例えばビジネスだったら、やっぱり70儲けもう78%のものは、儲けだとしても、22%は投資に回すとか、次の循環に回すとか、常にその余白の部分っていうものを持っておくっていうことがとても大事で、そういう生き方をしてみると、人生は拡大し始めるのではないかと思います。ですから、お子さんがいる方はですね、これが一番おすすめなんですけれども、もう78点取れたら最高だと思う。だって残りの22%の余白があるんだもん。この子はもっと成長するんだもんと思えるから。これなかなか親としては78点最高というのは難しいかもしれないんですけれども、やってるとですね、どんどん拡大していくエネルギーを感じることができますから、ぜひやってみるといいと思います。それからもうお母さん自身もですね、家事100%できなくてもいい78点やってれば十分じゃないって思えるような生き方。これが、いいんではないかなと思います。ということで、ちょっとこういうね、やっぱり成功している人って、ただ闇雲に頑張ってるだけじゃなくて、宇宙の法則を知って、そういう見えないエネルギー、スピリチュアルなエネルギー、数字のエネルギー、カードのエネルギー、色のエネルギー、いろんなものを取り入れています。私も全部総動員してます。カラーセラピーも教えてますから、こんな時の講座にはこの色のロゴがいいとか、こういう動画を撮る時にはこの色の服がいいとか、全部考えてやっています。何も考えてなかった時よりも、やっぱりせっかくだったら波動を取り入れてビジネスをした方が格段にうまくいくことに、私自身も気づいていますので、こんな話もちょこちょことこの動画でもしていきたいと思いますので、また何かリクエストがあれば、ぜひ皆さん、メッセージをください。では最後にセプタグラムの1枚引きから今日もこの動画を見た今日の皆さんへの1枚のメッセージを。これね、これも先生術のカードもあれば、数秘術、新世紀科学、いろんなカードが入ってる65枚のカードですけど、数秘術の2のカードが出ました。この2っていうのはもちろん陰と陽、光と影、さっきから言ってるように100じゃない方がいいっていうことなんですよ。だから陰陽っていうのは光と影ですよね。影の中に光があって、光の中に影があるよ。だから光100を目指すっていうことは不可能なので、不可能を目指していると最初から動かないということなんです。22%のできなかった問題があってもいい、22%の影があってもいい。そういうふうに意識をしてみることが素晴らしいよという意味です。ということで、素敵な一日をお過ごしください。